はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介するのはソースムータルド、粒マスタードのソースですね。こちらと、あと、骨付き鶏もも肉のさばき方とですね、火入れの方法も合わせてご紹介させていただきます。で、ソースムータルド、粒マスタードのソースなんですけども、こちらですね、せーの、ドン。はい。こちら、フォンドボライユの方を使わせていただきます。こちらをね、使ったソースになりますので、非常にね、骨付き鶏もも肉と合わせて、非常に美味しいソースとなっておりますので、早速ね、ご紹介していきます。それじゃあね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。できますよ。せーの、ドン。はい。では、ソースムータルドの材料紹介です。まず、粒マスタードとフレンチマスタードご用意ください。で、こちら生クリームですね。で、こちらがコーンスターチをご用意ください。それと別途ですね、少し、グラニュー糖を使いますので、グラニュー糖をご用意ください。で、こちらがフォンドボライユ。作り方は概要欄に URL 貼っておきます。ではまずそのフォンドボライユを火にかけます。でしっかり沸いてきたところで、少しね、火を弱めて、でしっかりね、煮詰めていきます。大体、半分ぐらいまで、減ったところで、粒マスタードを入れていきます。で、フレンチマスタードですね、ディジョンマスタードも入れていきます。で、よく攪拌しまして、でね、ちょっとフレンチマスタード少なかったので、ちょっと気持ちね、追加で入れまして、で、ここでしっかり軽く火をかけていきます。で、ここで、グラニュー糖を少し入れていきます。これは味付けのためのグラニュー糖というわけではなくて、ここにですね、酸味の強いものが多いですので、ここでグラニュー糖を加えることで、ぐっとね、深みが出る味わいになりますので、グラニュー糖は必ず少し入れてください。で、煮詰まってきましたところで、生クリームを入れて、ここで、しっかりね、火を入れていきます。で、この火を入れていくことで、生クリーム臭さがなくなっていきますので、ここはしっかりね、軽く煮詰めてあげてください。で、味見をした感じで、ちょっと粒マスタードが少なかったので、追加で入れさせていただきました。で、最終的に味を見て、で、OK であれば、スターチの方を入れて、濃度をつけていきます。で、大体こんな感じで完成ですね。はい。ではね、鶏の方をさばいていきます。まず、手羽先ですね。で、ここ、もものところ、皮ふっとね、切っていただいて。で、関節を外して、でね、この関節の周りにですね、腱がありますので、それを切ってあげます。肉を切らずに腱を切るっていう感じですね。で、あとは引っ張ってあげれば簡単に取れます。で、ここですね、首つるのところに V 字のところに指を入れて、パカッとやるとこうやって開きます。こんな感じで真っ二つに切っていきます。今回はね、ダイジェストでお送りしてますけども、どこかで、一動画綺麗にね、ちょっと鶏のさばき方は作りたいなと思っております。では、もも肉ですね。骨付きもも肉のこの油の線のところにですね、包丁を入れると、簡単に関節のところに行きますので、まずそこの腱を切ってあげます。で、骨に沿ってまず切れ込みを入れてあげて、まずそこをね、軽く指で開いて、ぐっとね、開いてあげると、結構ね、綺麗にここペロって取れますので、で、そうしましたら、このね、骨と骨のつなぎ目の関節のところに筋が入ってますので、それを切ってあげます。こういう風に折り返してあげて、でね、白い筋が見えてきますので、それを切ってあげれば
簡単に骨が外れますので。このね、骨に沿ってグッと包丁を入れて、であとは刃を当ててグッと引っ張ってあげれば取れます。こんな感じですね。で、余分な油をカットしてあげます。で、そこに塩コショウをしていきます。この時になんでこの上の骨を取ったんですかということなんですけども、この上の骨を残したまま焼いてしまうと、実は血がですねかなり出てきてしまって肉に血が回ってしまうんですね。ですのでこの上の骨を取ってあげることで、このもものところにある動脈からですね血を排出することができます。なので、上の骨は取るっていうのが、一応フレンチでは定石になってますね。ではフライパンに、ニンニクを入れて、香りだけまずゆっくり出していきます。で、最初にですねこれをももの身の方から軽く入れてあげてください。ここで軽く一回縮めます。皮からではなくて身の方をね軽く入れてあげて、ですぐねひっくり返してあげて、表面をねちょっとこう軽くやけどさせてあげるような感じで、そうすると、裏面のですね皮を焼くときに、角にね縮まなくですね綺麗に焼くことができますので、こちら一つのポイントですね。で、この油をですね、アロゼしていくんですけども、この切れ込みのねところにこの油を入れていくようにしてあげてください。で、あと火の入りづらいこのね、すねのところですね、そこも入れてあげると OK ですね。で、ある程度いったところでローズマリー加えてあげてください。香りをちょっと移していきます。で、ちょっとねローズマリー上の方に逃がしてあげて、でまた同じように油をかけていきます。で、ひっくり返して同じように、油をかけていきます。特にねこのすねの部分ですね、ここはもうしっかりかけてあげてください。なかなかフライパンではね当たりづらいところになるので、そこにこう油をかけてしっかり火を入れていくっていうような形ですね。で、こういったねフライパンのこのヘリを使って当たりづらいところなんかもこう面を当てていくっていう形で火入れをしていきます。で、こんな感じで表面カリッといきますんでね。で、この時によくルポゼでこう蓋をするってことがあるんですけども、しなくて OK です。このまま置いておきます。で、大体5分から10分ルポゼした後にもう一回火入れしていきます。で、ここでね最終的な仕上げで、皮目をパリッとさせていきます。で、ドレスです。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。骨付き鶏もも肉のソテーと、ソースムータルドでございましたね。で、こちらの、ソースムータルドなんですけども、ちょっとね、変わってる点とすれば、一般的にはソースムータルド、フォンドボーをメインで使うことが多いと思うんですけども、こちらのレシピの方はフォンドボライユで作らせていただいております。汎用性がすごい高いっていうのがまず1点と、あとですね、色が綺麗に上がるっていうところですね。そちらを、重視して、作っているソースになりますね。で、またですね、この骨付きもも肉の方ですね。こちらルポゼですね。こう鶏をある程度カリッと焼いた後に、休ませる工程の時に、よくですね、現場ではああいう風にパイザロを上に重ねたり、かぶせてあげたりとかすることあるんですけども、こち
らに関しては、私はかけてない方向で行ってます。というのが、ルポゼしている時に、中で蒸れて、せっかくパリッと揚げたやつがですね、仕上げたものがまたこう蒸れて、ちょっとよれてしまうんですよね。で、どちらにしてももう一回焼くからいいやっていうような考えにはなるとは思うんですけども、あそこでですね、もう一回ですね、さらにこう水分を出すために、2回目揚げた時に、カリッとね、さらにいくっていうところで、私は、あそこのルポゼでは1回かけないということです。ですが、これもですね、ちょっとややこしいんですけども、夏と冬でちょっと使い分けたりとかしてます。あんまりにも寒すぎる時、厨房があまりにも寒くなってしまったなっていう時は、上からこうパイザロを完全にはかぶせないで、軽くねこうカッとかぶせるようなことはするんですけども、基本的に、あまりかぶせないで、皮目をパリッとさせる方向でいっておりますね。はい、あとは、厨房の中の暖かい場所ですね、そちらの方にちょっとルポゼで置いていくっていうようなやり方を取ったりとかっていうことはしておりますね。はい、いかがでございますかね。骨付き鶏もも肉のソースムタルドでございました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。